究極のガンダムが目指したもの。JDG00X デビルガンダム。本動画は機体の特性上グロテスクな描写を含みます。苦手な方はここでブラウズバックしていただくようにお願いいたします。JDG00X デビルガンダムは1994年に放送されたテレビアニメ機動武闘伝 G ガンダムに登場するモビルファイターです。ストーリーの主軸となる機体で様々な人物がデビルガンダムに関わりデビルガンダム事件を巻き起こしました。今回はそんなデビルガンダムについて解説させていただきます。頼む、お前が私に代わって影となり土門を守ってくれ。時は未来世紀。地球の環境汚染が進んだことから地球圏の支配階級層は地球を脱出し、各国が建造したスペースコロニー国家中枢を移転していきました。そして各コロニー国家はコロニー国家連合の主導権をかけてガンダムで競い合うガンダムファイトを開催します。これは1年に及ぶ戦いの先に優勝した国が4年間コロニー国家の主導権を手に入れるというものです。しかしガンダムファイトは地球がリングであり、地球上の建築物などを破壊しても罪に問われないという国際条約を設けていたので、ただでさえ環境汚染が進んで住みづらい地球はガンダムファイトによってなおさら荒廃した世界へと変貌を遂げていました。そんな中、ネオジャパンのドモン・カッシュの父ライゾウ・カッシュは息子のキョウジ・カッシュとともに地球環境の浄化再生を目指したアルティメットガンダムを開発しました。アルティメットガンダムには自己進化、自己再生、自己増殖の三大理論を可能とするアルティメット細胞が組み込まれています。もともとはガンダムファイトにおける機体のメンテナンスフリーを目的として研究開発されたものですが、アルティメット細胞を応用することで地球環境の浄化に大いに活躍すると期待されました。しかしアルティメットガンダムの完成と時を同じくしてシャイニングガンダムを完成させた三日村博士は、怒りのエネルギーでしかスーパーモードを発動できないシャイニングガンダムに対して三大理論を可能とするアルティメットガンダムを開発したライゾウ博士に嫉妬しました。そして三日村博士はアルティメットガンダムを軍事兵器として目をつけたネオジャパン軍部のウルベ石川少佐と共謀して奪取しようとします。ウルベたちの手にアルティメットガンダムを渡さないため、教授は隙をついてコックピットに乗り込み地球へ逃れますが、母ミキノが教授をかばって犠牲になり、父ライゾウは口封じのために冷凍刑にされるのでした。そこのお前、この男に見覚えがないか。地球へ降下した教授でしたが、アルティメットガンダムは落下のショックによってプログラムが狂い、地球環境の浄化を実現するには汚染した張本人である地球人類を抹殺すべきと三大理論を飛躍させます。こうしてアルティメットガンダムはデビルガンダムになり、強制的に生体ユニットとして教授を取り込みました。そして落下時に大破していたデビルガンダムは1年の歳月をかけて完全再生し、そこから自己進化を繰り返していくことになります。なおこの昆虫のような姿をしている元アルティメットガンダムはデビルガンダム第一形態とも呼ばれています。その後地球落下の損壊から再生するデビルガンダムは第二形態へと進化しました。デビルガンダムはネオ新宿の地下に潜伏してアルティメット細胞を改めデビルガンダム細胞によってデスアーミーを作り出し、さらに人間を DG 細胞で侵食しながら進化を遂げていきます。 DG 細胞で生み出されるデスアーミーは三大理論機能は持たず、戦闘能力も一般的なモビルスーツと大差ありませんが、オプション換装や擬態などによる多様化が可能で膨大な数が生み出されています。バリエーション機としては4脚型のデスビースト、空戦型のデスバービー、水戦型のデスネイビー、宇宙専用のデスバット、マスターガンダムに擬態したデスバスター、ドラゴンガンダムに擬態したデスドラゴン、見た目はただの鉄球ながら電撃を繰り出すデスボールが存在します。またデスアーミーはゾンビ兵を生体ユニット兼パイロットとする必要があるので、人間を捉えて DG 細胞を植え付けることで次々と増殖していきます。なお人間はDG 細胞が脳まで侵食するとゾンビ兵となってしまい、デビルガンダムの意のままに操られます。非常に強力なので、劇中ではすでに死亡して墓に眠るネオエジプトのダハール・ムハマンドをミイラ姿のまま生ける屍として蘇らせているほか、シャッフル同盟の面々も DG 細胞に侵された際には旧シャッフル同盟の命を引き換えにして救われています。なお
マスターアジアだけは強靭的な精神力により DG 細胞の侵食を完全に防いでいます。わしは必ずや地球を元の姿に戻してみせる。そのためなら人類など滅びてしまえ。 DG 細胞に侵食された矜持を生体ユニットとするデビルガンダムズは東京シティで自己進化のための繭を作り、ゾンビ兵量産施設を作って餌となるデスアーミーを生産していました。そしてシャイニングガンダムとの戦闘でシャイニングフィンガーソードのエネルギーを吸収したことで進化を完了させて繭を破り、その進化した姿を表しました。第2形態では触手状のガンダムヘッドを本体から無数に伸ばして攻撃することができるようになっており、顎が牙を持った姿に変形するほか、ビームや火炎放射による攻撃も可能です。劇中ではマスターアジアとデビルガンダムの圧倒的な力の前にドモンとシャイニングガンダムは餌食とされるところでしたが、シュガルツのガンダムシュピーゲルの助けにより明鏡止水の境地を体得したドモンは真のスーパーモードを発動し、なんとか倒すことに成功しました。そしてマスターガンダムとの死闘の先にドモンはゴッドガンダムに登場してネオ香港を目指すことになりますが、デビルガンダム四天王の妨害を受けます。デビルガンダム四天王とはマスターガンダム、ガンダムヘブンズソード、グランドガンダム、ウォルターガンダムの4機を指します。マスターガンダムはマスターアジアの空論ガンダムが DG 細胞によって変異した姿です。天剣絶刀ガンダムヘブンズソードはネオイタリアのミケロチャリオットが狩るネロスガンダムが変異した姿です。シオウソウハグランドガンダムはネオイングランドのジェントル・チャップマンが狩るジョンブルガンダムが変異した姿です。ショウホウコウコウォルターガンダムはネオスウェーデンのアレン・ビービアズリーが狩るノーベルガンダムが変異した姿です。デビルガンダム四天王は原型機を DG 細胞の力で強化しているので非常に強力となっています。なおネオ香港に向かうゴッドガンダムの妨害を行う4機のうちマスターガンダムは風雲再起に騎乗して修復中なのでほぼ姿が見えなくなっているほか、ウォルターガンダムはまだこの段階でアレンビーが登場しているとは考えにくいのですが、書籍モビルスーツバイブル109巻の解説によると、後にデビル・アレンビーが狩る機体と同一かどうかは不明とされています。時系列に謎が残るので別機体と考えた方が無難なのかもしれません。リアナ高地にてシャイニングガンダムによってデビルガンダムが破壊されたと思われていましたが、密かにネオ香港のウォン・ユンファに回収され回復と研究が進められていました。しかし矜持の肉体が瀕死となっていた中、ウォンは健全で力強い生命力を持ち次世代を生み出せるパワーを備えた女性こそが生体ユニットにふさわしいことを発見しました。そこでウォンはアレンビーを生体ユニットにするべく DG 細胞とバーサーカーシステムでコントロールしようとしますが、アレンビーのウォルターガンダムはレインのライジングガンダムに倒されたので生体ユニットにすることは叶いませんでした。その後デビルガンダムはシュガルツの奮戦により矜持とともにコックピットを完全に破壊され機能を停止します。嫌だ、僕にはできない。甘ったれたことを言うな。その手に刻まれたシャッフルの紋章の重さを忘れたか。しかしウルペがデビルガンダムの残骸をネオジャパンのコロニーへ移送し、レインを気絶させて生体ユニットに組み込み、住民をシェルターに避難させネオジャパンのコロニーに移植しました。こうして誕生したのがコロニーデビルガンダムとなります。コロニーデビルガンダムはその巨大さに加えてまがまがしい翼を持った存在であり、ガンダムヘッドの触手を伸ばして地球を攻撃して取り込もうとします。全世界が集結したガンダム連合が反撃を開始する中、デビルコロニー内部へ向かうシャッフル同盟はウルベが登場するデビルガンダム四天王が融合した機体グランドマスターガンダムとの戦いを繰り広げます。そして死闘の先にデビルガンダム中枢へ向かったドモンが見たものはデビルガンダム最終形態でした。デビルガンダム最終形態はデビルガンダムの独立稼働するコアとなっています。それまでの形態が広域破壊を主眼に置いていたことに対して、最終形態は格闘戦に最も適した構造に進化しており、感情エネルギーシステムを持ちます。その他にはモビルアーマー形態への変形機構を備えており、この形態では浮遊しての移動が可能です。剣部には DG 細胞を活性化させる給排気ダクトジェネレータークーラントを持ち、
用具アンテナはあらゆるサーチシステムを阻害するジャミングシステムメインリコナイターとなっています。武装としてはまずアルティメットガンダムの頃より搭載されている武装の東部バルカン砲を持ちます。これは自衛用兵装ですが、ガンダムシュピーゲルをハッチノスにするほどの高い火力を誇ります。また剣部のボルト状の部位などの機体各部には拡散粒子弾、いわゆるビーム砲を備えており、ネオジャパンのモビルスーツ部隊を一瞬で殲滅するほどの火力を誇ります。剣部アーマーは展開すると4本爪のクロー、デビルフィンガーとなり、クローの手のひらにはビーム砲の発射機構を備えています。柔軟に伸縮して稼働する上に絶大なパワーを有しており、ゴッドガンダムを圧倒しています。なあ、レイン、決勝の朝、俺は言ったよな。優勝したら、お前に聞いてほしいことがあるって。劇中では、最後の敵として立ちはだかるレインとデビルガンダムの前に、ドモンは躊躇しますが、仲間たちの後押しを受けての一世一代の告白によって、レインの心を取り戻し、デビルガンダムを破壊します。そして、コアユニットを失ったデビルガンダムは崩れ去り、骨格だけを残して消え去りました。こうして、デビルガンダム事件は幕を閉じ、残された骨格は、第14回ガンダムファイトの決勝トーナメント会場である、富士山麓の地下深くに埋められたのでした。帰ろう、兄さんとシュバルツと、師匠たちの愛した地球へ。余談ですが、デビルガンダムは、作中のポジションからゲームなどでも使われやすいようで、スーパーファミコン用ソフト、機動武闘伝 G ガンダムでは、カトキはじめしデザインのデビルガンダムオリジナルが登場したり、G ジェネレーション F では、生き残ったデスアーミーが集合合体して進化したデビルガンダムジュニア、スーパーロボット対戦シリーズでは、デビルアクシズ、デビルマスドライバーなどが登場しています。また、アニメ、ポケットモンスター、サン&ムーンでは、デビルガンダムのパロディ、オニャースロボ最終形態、ニャビルオニャースが登場しています。これは少子。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。